こんにちは、大阪千里山にあります柏屋で日本料理をやっております、松尾と申します。今日はですね、ご家庭でできる煮魚、比較的簡単にできるような感じで考えておりますので、作っていきたいと思います。はい、それでは材料の方、ご紹介から。こちらですね。今日は本当スーパーでよく売っているような冷凍のカレーを使って炊いていきます。はい、で今日は青もんですね。今日は小松菜を用意してますけれども、別にこれ小松菜でなくても、はい、サンド豆でも絹さやでもいいですし、ほうれん草なんかでもいいかと思います。はい、で今日は小芋ですね。これはもう冷凍の小芋を用意してます。でそれと厚揚げ、それとちょっと臭み取りに生姜を少し用意しております。はい、それでは、材料の下準備の方をしていきたいと思います。はい、これ小松菜ですね。先ほどこれきれいに水で洗ってあります。大体、これ、量的には 100g ぐらいの分量になるんですが、大体 4、5センチぐらいの長さに切っていきます。これね、下湯がきするところなんですけれども、今日は、電子レンジで、下ごしらえしたいと思いますので、大きくねサランラップ広げていただいて、ラップの上にですね、でこれをきっちりくるまる形で軽くでいいですから、こう、はい、包んでもらいます。はい、それでは、これね大体 100g ぐらいでしたら600ワットで1分20秒程度、はい、様子見ながらかけていただいたらいいと思います。はい、はい、スタート。はい、で、小松菜を下準備している間にですね、この煮汁を用意します。今日お水ですね。で、分量通りの、お酒で、濃い口醤油で、たまり醤油ですね。これたまり醤油入れてますけれども、もし、たまり醤油ない場合は、濃い口醤油を同じ分量だけ入れていただければ大丈夫です。で、お砂糖、みりん、これ最初に全部材料を合わせてしまいます。でこの煮汁ですね、今日はカレーを炊きますけれども、別にお魚変わってもサバでもブリでも、はい、何でも季節の魚で炊いていきます。で、これ今日はだいたい今日のカレーですね、カレーと他の材料、全部合わせた重さがだいたい 450g ぐらいあるんですけれども、この煮汁基本的に覚えておいていただきたいのは、この、材料 100g に対して、こうお魚お野菜全部入れていただいていいんですけれども、材料 100g に対して、この煮汁を 100cc、だから、そうですね、例えば今日はブリを炊きます。で、焼き豆腐を使います。白ネギを入れます。なんていう時には材料全部測って、材料が例えば 500g あったら、この煮汁を 500cc をしていただければ、それでちょうど美味しくなります。でまたお水をですね、お出汁に置き換えていただいたら、濃いもの煮転がしとかそういうものにも使えます。とりあえず 100g に対して 100cc というのを覚えておいていただければ、簡単にできると思います。はい、それでは、お野菜あれですね、厚揚げの下準備。厚揚げはこれ今日はちょっと半分に切っておきます。はい、であとはもうこのままで大丈夫ですね。でこれ煮魚ですね。これちょっと一手間ここでかけます。霜降りということをしていきます。霜降りというのは沸騰したお湯にくぐらせて表面をですね軽く火を通すというか、表面の臭みなんかを、お湯で洗い流してやることを言います。はい、ではこちらですね、お湯が沸いております。1、2、3、4、5、これぐらいでいいと思います。はい、でお水に一旦取っていただきます。はい、1、2、3、4、5度。はい、でこれ
お水に取った後ですね、大体鱗とかの処理してたらいいんですけれども、ここで鱗が残ってたりとか血が、内臓のところに血がついてたりすると、ここで洗い流してあげます。はい、はい、これで大丈夫です。はい、それではちょっと余分な水気を拭き取って、これはですね、まずお鍋の方にですね、材料を入れていきたいと思います。大体煮魚する時のもう一つのポイントですね、鍋の大きさをねちょうど合わせていただくと上手に、煮上がります。できるだけこう隙間が、できないような形で、これはなぜこういうふうにするかというとですね、煮汁が沸いてきます。煮汁が沸いてきたらポコポコと上がっていきますね。でこの、鍋と、材料の間が、だいたいきっちりになっていくと、この、隙間からですね、沸いた煮汁がポコポコと上がって、サイフォンのようにこう材料の上にまで、回っていくんですね。ということはきれいにこうだしをかけながら、炊かないでもこれでも上手に、上まで味が染みて美味しく炊き上がるということになります。ではここに先ほど合わせた、煮汁ですね、これを、全て入れていきたいと思います。はい、ではあとはこれをもう、ここに生姜を少しスライスを入れています。はい、でこれでは火をかけていきたいと思います。では一旦沸いてくるまで、この状態で置いておきます。はい、沸いてきました。はい、ここでね、最初に沸いていた時にアクが出たら、それはちょっとすくって丁寧にすくってあげます。であまり、ちょうどね、沸いてるぐらいの感じです。はい、で今日は綺麗なね、アクがそんなに出てませんが、出たら少し取ってあります。はい、でこの状態になりましたら、落とし蓋、今日はね落とし蓋はアルミホイルを、でこれ鍋より少し大きめに作って、でこれ、よくね穴を開けたりすることありますけど、これ穴開けずにそのままずっと落としていきます。これこうするとですね、さっき言ったみたいに、煮汁がこう上に上がってくると。そうするとアルミホイルと、材料の間に煮汁が上がって、ちゃんと材料の上にまで煮汁が回っていくという形になります。でこれポコポコ沸いてると煮汁がこうアルミホイルがこうふわふわと浮いてくれますけれども、吹きこぼれなければもうその状態で大丈夫ですので、あとは、煮汁はですね、だいたい、最初の分量の半分以下になってきたぐらいでちょっと様子を見て、仕上げていきたいと思います。はい、そろそろいい感じになってきたと思います。ではちょっと開けてみますね。はい、ちょっと火をお願いします。で、もう大体いけてきてると思いますね。はい、この時に先ほど、最初に小松菜、下ごしらえした小松菜をここに入れて軽く、炊いてあります。では、盛り付けの方いきたいと思います。はい、じゃあ盛り付けていきます。せっかくきれいに炊き上がったカレーですね。ちょっと崩れないように盛り付けていきたいと思います。
最後煮汁をですね、かけてください。それではカレーの、今日はカレーの煮付けですね。はい、出来上がりました。